ちは、ゆうせいです。今どこにいるかというと、トルコのイスタンブールにいます。で、今回はトランジットで半日ぐらいしかね観光ができないので、早速、街歩きをしたいと思います。ではレッツゴー。メルハバ、ゆうせいです。第24話弾丸トルコ旅。前回まではキルギスタンに滞在していました。今回は急遽滞在することになったトルコのイスタンブールの様子をお伝えするんですが、今回の旅の最後の動画になります。いやー、2ヶ月ちょっとあっという間でした。それではどうぞ。前回まで滞在していたキルギスタンから、ロシアに行くはずだったんですけど、今回ね情勢悪化してしまったので、急遽日本に帰国することにしました。で、トルコでトランジットするとね飛行機がすごく安かったんで、じゃあどうせだったら1日ぐらい観光しようかなということで、今回イスタンブールにやってきました。では早速、街を歩きたいと思います。ではレッツゴー。イスタンブールは街がこんな感じでヨーロッパっぽかったり、でもお店で売ってるものとかはね割とアジアっぽかったり、すごくなんか面白い街です。ただね、めちゃくちゃでかいので、今回みたいに1日じゃ全然わからないですね。多分1ヶ月ぐらい旅しないとイスタンブールのことは理解できないと思います。イスタンブールは坂がすごく多いです。そしてこの辺はなんか古い建物がめちゃくちゃ多い。はい、有名なアヤソフィアにやってきました。はい、こちらです。このアヤソフィアは今はモスクになってます。で、歴史がめちゃくちゃ長くて、最初はね改築されたりとか再建築されたりとかで、今この形になったのは537年なので、今から約、1500年ぐらい前ですねに、現在の形になって、最初はキリスト教の、建物として建てられました。で、その後オスマン帝国の時代になって、ミナレットっていうこういうね塔が建てられて、でイスラム教のモスクとして機能しました。で、1935年からはここ博物館になって一般公開されてたんですけど、ついこの間2020年の7月にまたモスク化したらしくて、それまでね入場料がかかってたのがモスクになったんで無料になったらしいです。で、ここは世界遺産に登録されてるんで、中に行ってみたいと思います。レッツゴー。モスクなのでちゃんとウドゥするスペースもあります。はい、中に入りました。いや、天井も壁もやっぱりカラフルですごいです。はい、ここがお祈りをするスペースです。うわ、すっご。冗談抜きで今まで見たモスクの中で一番なんかすごいですね。前の方まで来ました。で、ちゃんとモスクなので一番前ではねお祈りをしてます。そしてアッラーの文字が書いてありますね。はい、ということでアヤソフィアでした。やっぱり外から見るとめちゃくちゃでかいな。アヤソフィアのところで日本語を話せるお二人に声をかけていただいて、で彼らのねお店に連れてきてもらいました。兄貴で、ちなみにこの店はアクセサリーとか、あとはスカーフとか、あと絨毯なんかをね売ってるので、ぜひイスタンブールに来たらここのお店来てみてください。このね、見えないかな、アートハウスって言います。おすすめです。ちなみに先ほどの彼らねめちゃくちゃいい人で、チャイご馳走してくれたり、あと夜ご飯までご馳走してくれました。
でね、喋ってたら、彼らのね事務所で喋ってたらあっという間に真っ暗になってしまって、本当はねブルーモスクに行くはずだったんですけど、結局行けず、ちょっとね空いてるお店チラチラ見ながらホテルの方に戻りたいと思います。イスタンブールには大きなグランドバザールというのがあるんですけど、でそこ行こうと思ってたけど、6時とか7時ぐらいでね店じまいしちゃうみたいで、全然お店が開いてませんでした。ただこの辺はねものすごくにぎわってます。じゃーん。レストランもそうだし、お土産屋さんとか何でも売ってます。ちなみに今夜の8時半ぐらいです。でイスタンブールにね橋がかかってるんですけど、その橋周辺、その辺はねこうやって夜でもにぎわってます。はい、ということでオープニングを撮影した橋のところまで戻ってきました。いやー綺麗だな。トランジット観光2日目です。今日はトルコでもねかなりでかい、グランドバザールにやってきました。こんな感じ、ちなみにこのバザールは本当にねいろんなものを売ってて、例えばスカーフとかスパイスとか、あとはね観光客のお土産なんかも売ってます。天井がすごく可愛いです。細かい道に分かれてて本当に広い。トルコはねこういうトルコランプも有名です。めちゃくちゃ綺麗。あとはトルコはシーシャが有名です。イスタンブールのね、川沿いにやってきました。でさっきまでいたのが向こう側が旧市街地になってて、モスクがいっぱいあって、古い街並みがいっぱいあったところです。よく考えたら今日はこの旅のね最終日なんですね。なのでちょっとこの旅のまとめというか、なんかね簡単に話せたらいいかなと思います。2021年の12月の26日、去年ですね、去年の暮れから始まったこの旅も、今日で終わりで、だいたい2ヶ月ちょっとの旅でした。本当はね3ヶ月ぐらいの予定だったんですけど、ロシアとウクライナの情勢が悪化して渡航できなくなった関係で1ヶ月ぐらい短くなりました。まずパキスタンですね。パキスタンは行く前と行った後で一番印象が変わった国で、なおかつ今まで全部で17カ国行ったのかな、17カ国多分行ったことがあるんですけど、その中でね一番面白かったし、また行きたいなって思った国なんですね。正直私たちにとってはそのインターネットの情報とか、あとはニュースで見た映像とかであんまりいい印象はないのかなっていうのがパキスタンだと思うんです。例えばねテロが多いとかさ、イスラム過激派がいるんじゃないのとか、そういうことでね。でも実際行ってみると、例えば人はねすごく優しくて温かいし、フレンドリーだし、あとは観光地がねめちゃくちゃ多くて自然豊かだし、長い歴史の中でねできた、文明とか遺跡とか、そういうものがねたくさんあって、すごく魅力的な国だなと思いました。で次ドバイは正直私には合いませんでした。なんでかっていうと、ドバイはバックパッカーというよりかはスーツケース持って優雅に旅した方が絶対楽しい。私の旅のスタイルにはあまり合いませんでした。でもエキスポがね開かれてて、そこはねすごく面白かったです。はい。で次キルギスタンはね、2回目の渡航で、前回2ヶ月滞在していたので、結構もう
地図とかなくてもね街歩けるぐらいだったんですね。キルギスタンはねすごく面白い国で文化が入り混じってるんですね。もともといるその遊牧民の文化とか、キルギスの文化、あとはイスラムの文化と、あとソビエトだったのでそのソ連、ロシアから来てる文化、あとは中国のドゥンガンの文化とかね、そういうものが混ざっててすごくね魅力的な国なんですね。一番快適に過ごせる国だなと思いました。日本は別として海外でね今まで行った中で一番快適な国だなと思います。自然豊かだし、人も普通にね優しいし、あと顔がね日本人に似てるんで街を歩いててもなんかそんなに目立たないというか。そして最後トルコ、本当はねロシア行くはずだったけどキャンセルになって急遽トランジット観光でね1日だけ観光することになったトルコイスタンブールなんですけど、すごくね面白いです。魅力的なっていうか魅力が詰まった街だなと思うんですけど、1日じゃ足んない。ここはねやっぱ1ヶ月ぐらいかけてじっくりとね見て回りたいなと思います。なのでまたね次回機会があったら来ようかななんて思ってます。今回の旅の動画はこの動画で終わりです。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。もし面白いと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではまた次回お会いしましょう。